ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか？今日は2022年の9月26日です。月曜日ですね。はい、また1週間スタートしました。またね、今週も皆さん風邪をひくことなく体に気をつけて1週間ね、お仕事や勉強頑張ってください。さあ、昨日はね、日曜日だったんですけど、久しぶりに一人日曜日でした。ニディアさんはね、グアダラハラであった、なんていうのかな、K-POP のイベントで、K-POP のイベントがあって、で、そのイベントに、出店っていう形でお店を出していて、よく売っているじゃないけど、ニディアさんは、日本語を教える以外に韓国のね化粧品を売っているお仕事をしているんですけど、その韓国化粧品のブースをそのイベントに出していて、で、僕は特に仕事がなかったので、もう本当に朝起きてゲームして本読んで昼ご飯一人で食べに行ってみたいなね。たまにねこうやって一人でのんびり過ごす一日も悪くないなって思いました。なんかゆっくりいろんなことを考えたりね、本当に自分だけの時間を過ごすっていうのもね、やっぱりいいリフレッシュになるもんだなと思いました。どうですかね、皆さんは休みの日どうやってね過ごすのが一番リフレッシュできますかね。これ結構仕事によって違うと思うんですが、人とたくさん付き合わなきゃいけないお仕事例えば日本語教師とかね、学校の先生とか、サラリーマンとかいろんな人と話さなきゃいけない仕事の人は結構休みの日は一人でのんびり過ごすのがいいんじゃないかなと思いますし、結構何かを作ったりして人と普段話さないっていう人は友達と出かけるなんていうのも好きなんじゃないんでしょうか。はい。さあ、今日はですね、いろいろなテーマは考えていたんですが、ちょっと真面目なテーマでいきたいなと思います。どうして日本語学校に通っても日本語が話せるようにならないのかっていうテーマについて話していきたいと思います。現に僕も日本語のクラスをやっていて、オンラインの日本語の学校をやっているんですけど、やっぱりね、なかなか話せるようになる人はたくさんはいないと。で、実はそれって、先生側も問題があるし、学生側も問題があるんじゃないかなと、思います。はい。ということで、今回は、10年間ね、日本語教師として働いてきた僕が考えるね、このどうして日本語が話せるようにならないかっていうお話をね、していきたいなと思います。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい。じゃあね、結論から言うと、学校で勉強する日本語はわかる日本語なのか使える日本語なのかが理解できていないから、これ1点。もう一つは結局頑張るのは自分、これ2点目。3点目は話せるために必要なことは本当に日本語なのかどうか、これが3つ目になります。で、一つ一つ見ていこうと思うんですが、まず1点目、その学校で勉強する日本語が分かる日本語なのか使える日本語なのかを理解していないから。はい。大体日本語学校っていうのは、日本語を教えますよね。で、話し方とか動詞のフォームとかっていうのを教えます。で、多くのところではまず最初に名詞文、私はゆうすけです。その後に動詞文、私は昨日ご飯を食べました。その後に形容詞文、私は昨日おいしいご飯を食べました。で、それからいろいろなエクスプレッションを増やしていくっていうのが、文系積み上げ式っていうので、そういう文法をね勉強する場所だと思っていると思うんですが、じゃあ皆さんが毎日本とかで勉強している日本語は分かる日本語なのか
使える日本語なのかっていうことですよね。結果から言うと使える日本語になります。これ分かる日本語と使える日本語っていうのは全然変わってきていいと思うんですよね。うん。分かる日本語っていうのはとにかくいろんな日本語が分からなきゃいけない。そして使える日本語っていうのはできるだけシンプルな方がいい。これは僕がスペイン語をいろいろ勉強して気がついたことで、使える言葉はシンプルな考え方をしていた方がスピードが出る。で、難しく考えすぎると結局途中で何が言いたいか分からなくなってしまう。なので、学校で勉強する日本語っていうのは話すための日本語だと思ってくれていいと思います。シンプルで分かりやすい日本語だよな。で、分かる日本語っていうのはまた全然別にあるんですよね。で、それは学校ではなかなか教えられない。っていうのは日本語っていうのは他の言語とちょっと違って正解がいっぱいある言語だと思うんですよね。例えば昨日2時間くらい勉強しましたっていう人もいるし、昨日2時間ぐらい日本語を勉強しましたっていう人もいる。もうこれどっちも OK なんですよね。で、僕はその他の言語って言ったらもうスペイン語しか話せないから何とも言えないんだけど、結構でヨーロッパの言語って正解があるんじゃないかなって思うんですよ。例えばくらいっていうのはマソメノスって言うんですけど、これマズメノズになっちゃうともう全然違う言葉になっちゃうと。音が濁らない、音に点々が入らないんですよね。で、そういう国の人たちがその学校で勉強した日本語だけを頭の中に入れていると聞いていて分からなくなっちゃう、パニックになっちゃうことが多いんですよ。だから本当にラジオとかポッドキャストとか、アニメとかを見て、なんとなくわかるわとか、今こういう気持ちなんだながわかるわっていう風に、していかないと、日本人とじゃあいざ話そうってなった時にわからないから話せないっていう人も多いと思うんですよね。うん。やっぱり会話の順序としていくら自分がいろいろなことをエクスプレッションが分かっていて話せたとしても話している内容が分からないとどのタイミングで話していいか分からないよね。だからその会話ができるできないのファーストステップ、一番最初にしなきゃいけないことは分かること。うん。なので、例えば僕日本語の学校で勉強していますっていう人はやっぱり学校の勉強とは別に日本語を聞く時間を取った方がいいと思う。ね、今 YouTube でね僕みたいなポッドキャストやってる人いっぱいいるし、声優さんのね YouTube チャンネルとかもあるし、ゲームプレイやってる人もいるよね。 VTuber もいるし、だからそういうのをとにかくたくさん見ていろんなジェネレーションのいろんな男の人、女の人、おじいちゃん、おばあちゃん、若い人、いろんな人の日本語を聞くといいと思う。もちろん最初に聞いてもわからないと思うけど、でもその聞き始めればだんだんわかるようになってくると思います。はい。で、もう一点、学校で勉強する日本語がどうして会話ができるようになるためにうまく使えないかっていうと正解があるからなんですよね。学校の学校で勉強するってなるとやっぱりテストをしなきゃいけないと。でテストには正解があって間違いがあると。で結構学校で一番大事なのは正解を導くこと。ちょっと言葉が難しいんだけど要は間違えないことが大事になってくるんだよね。でも実際間違えることはそんなに悪くない。むしろ間違えた方がいい時もある。これなんでかっていうと、外国の人、僕だったらメキシコで僕は外国人だよね。で完璧に話しすぎちゃうとちょっと面白くないと。ちょっと外国人っぽさがないと。
一番いいのはちょっと間違えながらもその何を言ってるかはしっかりわかる。これが多分外国人が目指す上手な外国語。皆さんであったら日本語になるし、僕だったらスペイン語になる。英語を勉強している人は英語になると思う。そのこの人何言いたいんだろうっていうのはまずいけど、あのーこういうこと言いたいのねっていう風に分かるのが大事。例えばね、日本語で言うと、寒かったでしたっていうのはもう全然分かるわけよ。昨日寒かったんだな。昨日寒かったでしたっていうのは全然大丈夫なの。でも、友達がプレゼントをあげました。友達がプレゼントをあげました。これは間違っちゃいけないっていうのは、友達がプレゼントをあげたっていうのは友達が誰かにプレゼントをあげた。でも僕が言いたかったのは友達にプレゼントをあげた。ここは間違えるとってなっちゃうわけだな。だからみんなが勉強している中でこの間違っても正直大丈夫な日本語と、間違うと意味が全然変わっちゃって何言ってるんだろうってなっちゃう日本語があるんだよね。でも学校では全部間違っちゃいけないというふうに教えなきゃいけないわけだ。そしてみんなはとにかく頑張らなきゃ。で人間だから間違えないで話すのなんて無理なんだよ。だけどどれが間違えちゃいけなくてどれが間違えても大丈夫かっていうのが分かってないから、うまく話すことができないのかなって思います。やっぱりメモリー、自分の使えるパワーって限られてるから、もう間違えちゃいけないところに集中して、で間違えてもいいとこは間違えてもいいやでいけばいいのかなって思います。これが日本語学校で勉強する日本語が会話につながらない一つの理由、二つの理由かなになると思います。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、2つ目、結局頑張るのは自分っていうことですね。言葉っていうのはアビリティなので、結局自分が練習しないと上手にならない。例えばだよ、サッカーが上手になりたいっていう人が YouTube でサッカーのシュートのボールの蹴り方、シュートの仕方のビデオをなんかいっぱい見ると、2時間見ると、それだけではサッカー上手にならないよね。上手になった気はする。俺上手に蹴れるかもしれないって思うけど、でもいっぱいそこから練習しないと上手にならないよね。例えばなんだろうな、料理のテレビを見ると、ですごいシェフがねアドバイスをしながらどうやって野菜を切ると上手に切れるかっていうのをね、みんな、手は猫の手で、なんだろうな、包丁を切るときは力を入れない、引くようにして切るんだ、見てください、タタ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 タパーンみたいな、うわなんか上手になった気がするって思うけど、実際切ってみたらなんか全然うまくいかないな。でそこからはたくさん練習をしなきゃいけない。日本語も全く同じで、日本語のクラスっていうのはそうやってやるんだっていうのを教えてもらうとこだよね。でそこから自分で練習しないと上手にならないと。だから日本語のクラスだけ行けば日本語が上手になるのかって言ったら、もう全然そんなことはないと思う。でむしろ逆に良くなくて、日本語の学校っていうのはなんでかっていうと、自立性がない。これ難しい言葉だね。自立性がないっていうのは、自分で考えるとか自分でやるなんていうのかな、形じゃないっていうことだね。だってさ、学校っていうのは何を勉強するのかっていうのは自分で選ばなくていいわけよ。自分でやることって言ったら学校に行くことだけなんね。で座ってれば
じゃあ教えてくれて、練習する内容も作ってくれて、だから自分で考えなくてもいろいろ練習とか勉強ができちゃうわけね。で、一番怖いのが、目的も学校が用意してくれるのよ。日本語を勉強する目的も。まあつまりテストだったりね。でも言葉の目的って自分一人一人がしっかり持ってなきゃいけない。この人と話したいとか、こんなテーマのものが話したいっていう風に思ってないと、やっぱりモチベーションって下がってきちゃうのよ。で、日本語学校ってモチベーションが下がったらやめられちゃうから、モチベーションが上がるように学校が目的を作るんだよね。それが多分テストになると思うんだ。わあ、テスト取れたね、100点取れたね、すごいねって言われたら、お、なんかモチベーション上がってきたって思うけど、それは嘘の目的で本当の目的じゃない。で、勉強する内容も勉強する材料も学校が用意してくれる。これ宿題ね。で、つまりどういうことかっていうと、過保護に育てられてしまうわけなんですよ。過保護っていうのはすごく守られすぎている。なんだろうな、こうお父さんお母さんでさ、めっちゃ子供大切にするお父さんお母さんってイメージできない？なんか、あら、そんなの触っちゃダメよ。あー、汚い汚い、私がやるから。ね、ゆうすけくんはソファーに座ってテレビ見てて。でお父さんもね、あ、危ないから外出ちゃダメだぞ。あ外出るときはいつもお父さんお母さんと一緒だぞ。うん。食べるもの、それはお母さんが作ったものだけ食べなさい。ねえ。で、例えばね、お父さん、サッカーやりたい。サッカー、そんなの危ないからダメだ。っていう風に育てられた子供って、もう本当にね、自分で考えられなくなっちゃうよね。で、日本語の学校ってそういうところがあると。うん。だからその全部そのなんていうのかな、やってもらって勉強すると、あの自分でね考える力がなかなか育たない、良くならなくて、でそれが逆に一番大事な、自分で考える力が日本語が話せるようになるために一番大事だと僕は思うんですよね。うん。でそれだけじゃなくて、いっちゃん良くないのがクラスのせいにできるんですよ。例えば日本語がなかなか話せるようにならなかったらクラスのせいだと、なんか先生が上手に説明できないからだとか、先生のオーガニゼーションが悪いからだっていう風にクラスのせいにできると。でもそのテーマを戻すとね、結局頑張るのは自分なんですよ。あのまあね、日本語学校をやっているね、日本語のオンラインスクールをやってる僕が言っちゃいけないことだとは思うんだけど、正直ね、日本語が話せるようになる人は誰が先生でも話せるようになる。これ間違いない。うん。自分で頑張れる人な。で、正直そのどっかのクラスに入って日本語が話せるようにならないっていう人は、もしかしたら学校が変わったらモチベーションが上がって自分の目的を見つけられる人もいるかもしれないけど、確率は低い。うん、そうね。ね、なのでもう一回ね、皆さんこう日本語が特にね話せないって感じている人は、あのまず自分の目的があるかどうか、あとはその勉強する内容が学校に決められたものだけじゃないか、うん、っていうのと、そのね、なんだろうな、自分の目的、自分の勉強する内容、この2つでいいかな。この2つが学校に決められていないかどうかっていうのは一回確認した方がいいと思う。それで、あ、確かになんか先生に褒められることが目的になってるわとか、あ、次のテストで100点取るのが目的になってるわって思ったらちょっと注意した方がいい。うん、そして日本語勉強しましたっていう風にね、みんな勉強してると思うんだよ。でその内容が
学校の先生に言われたものだけになってないかっていう。何でもいいんだ。例えばね、こういうポッドキャストを聞いてくれている人は、もちろん自分で選んで聞いてくれてると思うので問題ないと思うんだけど、例えばクラスメートの友達とかにね、なんか日本語上手になんねえな、つまんねえなっていう人がいたら、いや一つぐらいね、学校の宿題とは別に自分の好きなものをね、ポッドキャスト聞くでもいいし、アニメ見るでもいいし、本を読むでもいい、何でもいいから自分で一つ決めてやってみたらっていう風にアドバイスしたらいいんじゃないかな。はい。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、最後3つ目になるんですが、話せるために必要なことは日本語なのかどうかっていうことですね。で、僕は会話が上手にできるようになるために一番一番必要な力っていうのは優しさだと思うんですよ。これ意外と日本語じゃないんじゃないかなって思う。やっぱり会話なので、あの相手をね、気持ちよくできるかどうかがめっちゃ大事だと思うんです。うん。これさ、自分の母語、例えばね、韓国の人だったら韓国語、ね、アメリカの人だったら英語、ね、メキシコの人だったらスペイン語で、友達と話すときに、なんかこいついいやつだなって思うときってどういうときかちょっと思い出してほしい。やっぱり一緒にいて嬉しくなったり、なんか気持ちいい気持ちいいってなんかちょっとなんかあれだけどね、例えば自分のこといっぱい聞いてくれてるとか、自分にすごく興味を持ってくれてるとか、自分のことを心配してくれてる友達がいると、自分はすごく気持ちよくなるじゃないですか。で、その力がね、やっぱ一番大事かなって思う。最初は嘘でもいいから、とにかくいっぱい僕はあなたに興味があるんだよ、いっぱい質問するよっていう風に、なんかその会話のスタートとしてね、ねえ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 、英子ちゃん聞いて、昨日ねめっちゃ面白いことがあったんだけど、昨日ね、スーパーに買い物行ったんだよ。でそのスーパーでね、誰に会ったと思う？知らない？あれだよ、中学校の友達のたける、あいつに会ったんだよ。いやあいつさ、もうめっちゃもうなんか変わっててさ、めっちゃおっさんになってて、いやーなんかさ、俺らももうすぐ33歳じゃん。なんかさ、もう俺らも年取ってるよな。で会話をスタートさせるのと、ねえ、英子ちゃん、昨日さ、何やってたの？昨日？いや、なんか普通で家にゴロゴロしてたけど、あのさ、英子ちゃん、たけるって覚えてる？ああー、たけるくんね、中学校の時の友達。どうしたの？あのさ、昨日スーパーでね、たけるくんに会ったんだ。あ、そうなんだ。元気だった？めっちゃ元気だったよ。最近さ、英子ちゃんと一緒に英語勉強してるっていう話をしてね、英子ちゃん元気かなって言ってたよ。そうなんだ。めっちゃ嬉しい。だから今度みんなってご飯食べに行きたいよね。そうだよね。みたいな。どっちの会話がいいと思う？それはもう明らかに後半だよな。で、あのこれっていろんな日本語学校の先生が、僕もそうだったんだけど、それは性格の話だよねって、日本語能力とは関係ないよねっていう風に割り切ってる人が多いんだけど、でも実はこういうさ、相手にいっぱい質問をして、そのたけるくんがその英子ちゃんに興味持ってたよって、また一緒にご飯食べに行きたいよって考えた時に、英子ちゃんがその黙って話を聞かないように、そのね、いっぱい質問をしてね、実は僕のテーマなんだけど英子ちゃんも一緒に会話を進めたいっていう、このさ、この優しさがあるかどうかだと思うんですよ。で、さっきも言ったんだけど、日本語の学校ってすごい過保護なわけよ。要はもうみんなを守ってくれてるわけ、先生が。だから何をするかっていうと、クラスで先生が学生にめっちゃ質問してくれるわけよ。
あ、皆さんおはようございます。ゆうすけくん、昨日何をしましたか？昨日ですか？だらだらしました。そうですか。昼ご飯は何を食べましたか？ご飯を食べました。そうですか。美味しかったですか？はい、美味しかったです。いや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 と。先生がさ、この質問するのにさ、どんなに我慢してるかわかる？うん。心の声も入れながらね。はい、ゆうすけくん、昨日何をしましたか？ダラダラしました。いや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 、ダラダラしたなんて他にもあっただろう。ゲーム絶対やってんだろ。いっつもゲームしてんだから。もう、何聞こうかな。そうだ。ゆうすけくん、昨日何を食べましたか？ご飯を食べました。いやいやいや、日本人だからご飯は食べるだろう。なんかお母さんが作ってくれた料理とかさ、自分の好きな料理とかなんかインフォメーションプラスしろよ。もうめんどくさいな。どうでしたか？美味しかったです。もうダメだ。もうダメだ。他の人に質問しよう。こんな感じですよ。みんながこれを答えてる時に、先生がどんな気持ちでね、その質問をしてるかっていうのって考えないんですよ。聞かれたものを答えるだけ。これめっちゃわがままだと思いません？いや別に悪いことじゃないんだけどな。でもその時にさ、みんながその日本語のクラスで先生に質問してもらった時に、じゃ先生は昨日何したんですかとか、昨日先生の好きな料理何ですかとかっていう風に聞いたら先生も嬉しくなる。で、これができるようになっていけば会話は上手になる。間違いない。日本語が間違ってもいいの。先生の好きです料理は何ですか？いいんだよ。一番大事なのは先生にも話してもらいたい。僕は先生の好きな料理を知りたいっていうこの気持ち。うん。でもずーっとクラスで聞かれて答えるだけを続けていると、で実際本当の会話になった時に聞かれないと答えられなくなってしまって、で大体ね、外国人の人はそんなね先生みたいにねいっぱい聞いてもらえないわけよ、リアルの会話で。自分で会話を作っていかないと、例えばね、日本人外国人ってなった時に絶対日本人同士で話してる方が楽なんだから。でもそこで会話に入るためには自分で頑張って聞いて会話を作っていって、なんかね、この外国人の人僕たちに興味持ってくれてる、嬉しいなっていう風に思わせなきゃダメだと思うんだ。だから日本語を勉強するために何をしなきゃいけませんかってよく学生に聞くんだけど、多くの人はね、勉強しなきゃいけませんって答えるのよ。でもね、勉強なんてね必要じゃないのかもしれない。逆に言うとな、とにかくさっきの3つの点な、日本語学校で勉強する日本語っていうのは使える日本語、シンプルに話せるようになる日本語。でこれをしっかり理解して練習する。で結局自分が勉強するじゃないな、結局頑張るのは自分ってことで、自分で勉強したい内容を一つでも選んでそれを続ける。そして目的を自分で持つ。学校にその目的の代わりをしてもらっちゃダメ。で3つ目は優しい気持ちで、とにかくいろんな人に話してもらいたいっていう気持ちで会話に臨む。この3つができれば絶対話せるようになる。なんでかっていうと、僕がスペイン語でこの3つを気をつけてるから。で一応ね、僕はスペイン語でいろんな人とお話できるし、完璧に話せないよ。すげえ綺麗なスペイン語じゃないけど友達もいっぱいいる。いるのかな、友達も。話せる人はいっぱいいると。なので、特にね日本人の友達ができないとか、なかなか日本語話せない、怖いっていう人は今日のアドバイスを参考にしてくれたらいいんじゃないかなと思います。はい、
さあ最後にお知らせをさせてください。ゆゆの日本語ポッドキャストでは、パトレオンをやっております。1ヶ月1ドルリクエストができるサポートと、1ヶ月20ドルスクリプトがダウンロードできる、サポートがありますので、皆さんもし興味があればよろしくお願いします。そしてね、 YouTube のゆうゆの日本語ポッドキャストチャンネル、こちらの方もね頑張ってやっております。今8万3000人ぐらいで、10万人まであと1700人ですね。皆さんぜひぜひこのねゆうすけに喜んでもらいたいと思う人は友達にねこの YouTube チャンネルと、ポッドキャストの紹介をしてもらえると嬉しいです。ぜひね日本語学校で勉強している人はクラスメートに教えてくれたらすごく嬉しいなと思います。はい、それでは引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。